どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした60センチ気候石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていないという方は概要欄の再生リストからぜひ見てやってください。スネール駆除による弊害で一時期は下向きだったこの水槽、ここに来てようやく軌道に乗り始めました。ただトリミングが遅れたことによって前傾層が若干崩壊気味です。それ以外は今のところ大きな問題はなく順調にいっているのではないでしょうか。しかしそんな右肩上がりになりつつあるこの水槽、メイン生態がいないんです。スネール駆除の投薬のために避難させて別水槽に移動させたブリ実体をこちらに戻そうかと思ったんですが、60センチ水槽のサーフェイス隙間に吸い込まれる危険性があるため、入れると油膜だらけになるんですよね。これが超小型美容の悲しいところ。ブリ実体を入れているときは隙間の吸い込み口に三角コーナーのネットをかぶせ、それを輪ゴムで縛ってました。これでも一応隙間部分から水は吸ってくれるんですが、肝心の油膜は吸ってくれなくなります。どうにか超小型生態と併用できる方法が見つかればいいんですけどね。というわけで、そんな水槽に新たな生態を大量導入していきたいと思います。それでは早速やっていくんですが、実はこの生態、導入する4ヶ月も前に購入していました。安く入手できたので急いで買ったはいいものの、メイン水槽に入れるところが見当たらなかったので待機してもらってたんです。開封動画を動画ファイルから一生懸命探したんですが、見つからなかったので今回は開封映像はなしです。現在お見せしているのは今回購入した生態の購入当日の映像です。まだサテライトに入れているだけで色が飛びまくっているため、なんていう生態かわからないのではないでしょうか。一応購入先をお伝えしておくと、いつものペットバルーンです。なかなか出回らない生態を大量購入できるところってここくらいしかないんですよね。この規模のショップがネットでじゃんじゃん新入荷の生態を販売してくれるのはほんと助かります。自分の生態購入先はもっぱらペットバルーンかアクアライズの2択です。あとたまにチャーム。購入から4ヶ月後、サテライト内で水合わせを行いました。購入初日よりかは若干色づいていますが、それでもだいぶ色飛びしてます。というわけで今回購入した生態を紹介します。ディープレッドホタルテトラです。価格は10匹で2700円。自分が購入したのは確か1年前くらいだったのでこの価格でした。現在はいろんな情勢の影響で5匹1700円くらいになっています。それでもめっちゃ安いですけどね。今回は1匹270円と激安だったこともあり、50匹購入しました。実はこのディープレッドホタルテトラ、一度購入していたことがあるんですが、その時は数匹しか買ってなかったんです。いつか群営させたいと思いつつ、早1年以上、ようやく導入することができました。ディープレッドホタルテトラとは、コロンビア原産のカラシン目カラシン科に属する生態です。体の上半分が真っ赤になることが特徴で、尾ひれの付け根が黒いのも渋くていいです。最大体長は2から3センチと超小型のカラシンです。性格は温厚で混泳もしやすいですが、体長が小さいのでディープレッドホタルテトラが口に入るくらいの大きさの生態とは混泳させないようにしましょう。飼育は特に難しくなく、弱酸性の水質で水温22から26度に設定しておけば簡単に飼育することができます。結構臆病な性格らしく、導入する際は複数匹入れておくのが望ましいです。また隠れるための水草などもあれば落ち着いて過ごせるようになると思います。餌も何でも食べるので、よっぽど調子が悪くない限りは餌付けにも苦労しません。繁殖に関しては難しいようです。
卵をばらまいて繁殖するので、ビローモスなどがあれば多少繁殖確率も高くなります。真面目に繁殖を狙うなら単体飼育じゃないと難しそうですね。体色はメスよりもオスの方が濃くなる傾向にあり、メスは体格が一回り大きくなりますが色は薄いです。ディープレッドの真髄である赤を求めるならオスの方が適しています。というわけで水合わせも終わったので導入していきます。今回は水槽間の移動なのでサテライトでささっと水合わせできるのが良かったですね。点滴法って結構面倒なんで導入する時もこうした方が楽は楽です。ただショップの水が混ざってしまうのはメリットでもありデメリットでもあるので、そこら辺は臨機応変に対応しましょう。自分の場合はなるべくショップの水は入れないようにしてます。バクテリアが少しでも欲しいって人ならわざと入れるのもありです。こういうちょっとしたところでスネール根絶が効いてますね。スネールがいない水槽にスネールがいる水槽の生態を移すときはちょっとヒヤッとするんで。それでは導入。結構おとなしかったんでそっと出していきました。導入直後の映像はこんな感じ。サテライトに入れていたのでディープレッドホタルテトラの特徴である赤色は出ていないです。買い込むことでもっと発色が良くなると思います。それにしても手前に見える卵巣が汚い。最近いろんなところで卵巣発生しているのでさすがにうざったく感じてきました。導入直後はこんな感じで蒸れてくれることが多いです。どんなに気性の荒い生態でもこの時ばっかりはおとなしくしてくれます。ただだいたい1日も経たないうちにオラオラしてくる個体が出てくるんですよね。常にこれくらい群営してくれると見応えもあるんですが、どの生態も慣れてくるとバラバラに泳ぐ傾向があるので難しいところ。導入して翌日の映像がこちら。特に問題なく調子が出てきたようです。まだ蒸れてるので本調子ではないと思うんですが、若干導入当日よりも色が出てきましたね。水槽はルドビチアスーパーレッドが浮いてたり、ウォーターローンがたなびいてたりするんですが、まあ気にしないでください。続いて導入後3日目の様子がこちら。遠目の映像で申し訳ないんですが、徐々に色が上がってきているのがわかります。一緒に泳いでいるスーパーロングフィンネオンテトラが鮮やかすぎて霞んでしまいますが、徐々にいい感じになってきてますね。もう3日経過してますが、比較的群営してくれてます。ディープレッドホタルテトラは小型カラシンの中でも群営しやすい方かもしれません。続いて導入から10日後の映像がこちら。意外と変わらないですね。色上げは結構じっくりしないといけないので数日程度じゃ違いがわからないんでしょう。導入して 2,3 日の間は色抜けが多少マシになるのでわかりやすいんですけど、相変わらずまとまって泳いでくれてるので助かります。ガラスパイプが汚いのは許してください。続いてそこから1週間後の映像がこちら。結構変わりましたね。いまいち変わらないタイミングもあれば一気に色が上がることもあって謎。こうやって赤みが出てくると個体差が顕著に出てきます。解説でもお話ししましたが、メスは色が薄いことが多いので赤みが薄い個体はメスなのかもしれません。デカめのオスは結構赤いやつが出てきてます。体側の上部分の赤がディープレッドの赤を象徴するポイントですが、個人的には背びれの付け根にあるキラッと光る赤が好きですね。赤は赤でも違った色味なので面白いです。のっぺり赤も魅力的ですが、場所によってメリハリがあるのもマニア心をくすぐります。そしてディープレッドホタルテトラのもう一つの特徴はその泳ぎ方です。寄りの映像だと特に分かりやすいんですが、動きは素早いけど止まるときはその場にピタッと止まるホバリング的な動きが超可愛いです。これはカージナルテトラやネオンテトラなどのメジャーなカラシンにはない特徴なので、コミカルな動きが好きな方には刺さると思います。
映像だと魅力を 100% 伝えられないのが歯がゆいんですが、色以上にこのホバリングの動きは実際に見た方が魅力的に感じます。というわけで、今回は憧れだったディープレッドホタルテトラを50匹導入し、半月の色上がりを見てきました。ディープレッドホタルテトラが綺麗になるにつれて水槽が汚くなってきていたので、よりディープレッドの美しさが際立ったのではないでしょうか。正直群営させるには結構お高めの生態なので躊躇すると思いますが、数匹程度なら買えないことはないので、小型水槽にアクセントで入れるのもおすすめです。お見せした映像のように比較的群営しやすいタイプなので、数が少なくても仲良く泳いでいる姿が見られると思います。飼育してみた感じ、カージナルやネオンテトラよりも性格が温厚で、本営魚としては最適な印象を受けました。それこそディープレッドホタルテトラが攻撃さえされなければ、こちらから危害を加えることはないです。まあ、さすがに口に入るくらいのチエビとかなら食べられちゃうかもしれませんが、他の超小型熱帯魚とも無理なく混営できるので、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。